dedicated to Shin, the revered explorer of forgotten ruins. さあここからね本番です。折れたら嫌やからやめて、それはねやめておきましょう。あの中入っていくんですよ。これすごいですね。自然の造形。なんか岩場だらけのね、こんなとこなんですよね。この山の中ね、どっか入っていかなダメなんですよ。こんなとこから上がってきたんですよ。まあまあそんなにむちゃくちゃじゃないですけど、ちょっと道出てきましたね。こっちですね。なんかね、この辺タンクとかが置いてあってやってるみたいですね。このたまにこう作業をする人が来るんだってね。初めはねやっぱり道がねわからないから変なとこから上がってくるんですよね。ちょっとこのまま進んでいきます。
迷いそうですけどね、道があるっつってもね。なんでしょう、これ三菱のねマークがある。この道あればあんまりこうめちゃくちゃに迷うことはなさそうですね。なんかね、いろんなとこにね階段があったりするんですよね。これもなんかね道ですね。滑りそう。めちゃくちゃ滑りそうで嫌ですね。うわ、これ怖っ。これね、滑る。この長靴めちゃくちゃ滑るから怖いんですよね。怖い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 。よいしょ。どっちかな。とりあえずこのシダから抜け出さないとね。よいしょ。なんかね、家出てきましたよ。はい、到着しました。ここね、本当に気持ちの悪い家なんですよ。閉じ込め部屋があるんで、前来た時は女の霊がいました。はっきり声入ってたんでね、見ていただいたら分かるんですけど、いや今もすっごい気持ち悪いですよ。ゾクゾクくるわ。でこの上に墓があるんですね。もう一度ね見てみましょう。ここに落ちてたね、甲板の考えないですね。はい、廃屋が一軒出てきました。多分ね、目的地はこれじゃないかなと思うんですけどね。行ってみましょう。いや、走らねえよ。これ甲板ですね。しかも中入ってるんです、これ。入ってるの。皿ですよ。もう今見ないですね、甲板なんてね。ここね、立派なね、墓があるんですよ。甲板がないです。甲板ってね、知ってるかな。ああ、ゾクゾクするわ。これ結構ゾクゾクする。ここ
実はここから先行けるんですよね。後で行きます。ここは別にね、そのお寺でも何でもなくて、お墓みたいになってるんですけど、ここのエネルギーがゾクゾクするぞ。なんじゃこれ。天の墓でゾクゾクするみたいなんですけどね。これね、戦没慰霊碑です。慰霊碑じゃない、これ戦没者の陸軍歩兵5丁って書いてありますね。ということはやっぱり戦没者のお墓。今何かが飛んだ。拡大すると虫ではないことがわかる。これも墓石ですね。たまにお供えに来てる人がいるのかもしれないですね。でもあの道ね、何にもないんでね。すごいな。やっぱこういうの残ってるんですよね。でここ上がってくるとね、そんなにゾクゾクしない。家の方から風と一緒にね、ゾク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 するのが流れてくる。行ってみましょう。やっぱここですね。なんかすごい感じる。ゾクゾクする。結構きついですね。視野がすごいですね、これね。やだな、この視野。ゾクゾクするわ、これ。やっぱり。ちっちゃい家ですよ。すっごいちっちゃい家なんですよ。見えたでしょうか。今ものすごく速いわけのわからない影が横切りました。虫かもしれません。2年ぶりかな。これ風呂があったのかな、ここね。
残ってますね。さあちょっとね怖いんですよね、ここ入るの。女の人がね前いたんですよ。明らかにね女の人の声がはっきり聞こえたから、2回もね。さあ今回はいらっしゃるかどうかですね。ちょっと入ってみましょうか。これはなんか石が積んであってね、これ見るからにご神木っぽいですよね。前と変わりなしですね。ああ、でも前よりちょっと壊れてるかな。これね、脱穀機です。もみをするやつです。ね、ここじゃなくて、こっちが怖いです。うわー、すごい続々来た。来始めた。結構来る。昭和26年ですよ、これ。前より少し壊れてるような気もするんですけど。気持ち悪いな、やっぱり。
うわー気持ち悪い。ここゾクゾクするやっぱり。誰かいますか？前ここ女の人いましたけど今でもいるのかな？女の人いましたけど今でもいるのかな？いたらまた声出してもらえますかね？ちょっと床がね抜けそうな雰囲気。ものすごく小さな部屋なんですよね。ああこの部屋がねすごい気持ち悪いの。うわーゾクゾクするわ。この部屋がダメ。ああすごい。あ結構怖い。なんやろうね。ものすごいちっちゃい家ですけどね。コウモリいるけどね。かまどもこんなところにも直にかまどがありますよ。床がね抜けそう。危ない。ちょっと抜けそうで怖いな。女の人はね前はねこの辺りにいたはずなんですよ。声がこっちから聞こえたんでね、このね土間の辺りにいたはずなんですよ。今もういないのかな。前僕と一緒について帰ったのかもしれんね。戻ってきてごらん。僕とここから一緒にね出てったとしたらね戻ってきてもらえます？戻ってきてくれるかな。これねすごいよねこの。
でもね、ゾクゾクするんですよ、今。戻ってきてくれたらいいんですけどね。戻ってこないかな。何今の音。これレコードですね。それ言われたん2回目やわ。オキシドール。切り出しナイフですね。進路ですね。クラッカー。こんなもののね、異物がないんですね。
特に女性もの何かがねあるわけじゃないね。これでこれ何ですかね。これ物置なのか部屋なのか、外から鍵がねついてる。なんですかねこれ。うお気持ち悪い。ここうお気持ち悪い。これ閉じ込めてるよねどう考えてもね。これ座敷牢ですよね。ちょっと入ってみましょうか。うわ怖っ。ここでこれ怖っ。これ窓ないですよ。でねブリキ貼ってあるの。うわ気持ち悪い。ここ何これ。で鍋とかあるでしょ。これは後から置いたものかな。これねブリキ貼ってあってでねライトないんですよ。ライトがない。まあでもあそこ穴が開いてるからね隙間から光は入るんですけど、で割としっかりしてる。でゴミ箱になってて、何ですかこれ。ニコチン硫酸って書いてあるな。スプラサイトわかんない。洗浄剤じゃあ乳剤って書いてあるな。これはちょっと読めないですね。うわここ誰かね閉じ込めてたんですよね。はい、こんばんは、ジャンクヤードです。今日はですね、たまたまね、探してたところだったんですけど、なぜかね、たどり着きました。偶然です。それ自体ちょっと不思議なんですけどね。これ、監禁部屋ですよね。どう考えてもね。ずっと探してたとこなんですよ。でここ結構ゾクゾクきます。でここは外から開けないと出られない。まあ鍵がねチャチいんで思いっきり蹴ったら壊れると思うんですけど、なんか声聞こえた今。うわーって。皆さんは「わあ」って聞こえたでしょうか。なんか声聞こえた今。うわーって。もし聞こえなかったら耳の穴かっこじいて聞きやがれなのです。なんか声聞こえた今。うわーって。もう一度やるのです。なんか声聞こえた今。うわーって。
なぜこんな部屋があるのかすごく気になりますよね。まあベッドもねこうあるんです。一人ねいたんですよ絶対に。多分老人じゃないかなと思います。で壁今ねぐるっと見たんですけど、ブリキの壁ね壊れてないんですよね。叩いた跡もないっていうことはね、精神異常とかいわゆるつきもの、ね、狐つきとかね、ああいうつきものの人っていうのは暴れるからね、そんな鍵とかじゃあちょっとね壊されちゃう、中で暴れるからね。でもっとねこういう壁ひっかき傷とか叩いた跡とか絶対あるはずなんですよ。ね、それがなくて割とね綺麗なままなんですよね。ということは、もしかするとボケ老人ね、地方省とかで深夜徘徊深夜徘徊ね、ボケじゃなくても深夜徘徊する人いるんですけどね、だから閉じ込めてたじゃないかなって思います。何今のと風なんか風かな、なんか音しましたよね。いやめっちゃ怖いですよここ正直。まあ念がねこもってる可能性はありますよね。ここに閉じ込められてたとしたらね、正気でここに閉じ込められてたらちょっとおかしいですよね。逆に気狂っちゃいますよね。ずっとここにね閉じ込められてご飯持ってきて、でそれ以外はトイレとか以外は閉じ込める。昔の座敷わらしなんかね、まああれはね生まれてきたら困る子供とかね、まあそういういろんな、理由があってね座敷牢に閉じ込めてたっていう、それを座敷わらしと呼んだっていうね東北の方の伝承がありますけれども、まあそんなんではない。それはまあこの残留物ね分かるんですけどね。男の人やと思うんですよね。50代から60代、もうちょっと年いってるかもしれない。もっと年いってるな。ねおじいさんだからお父さんとかねおばあさんとかその親が地方でここに入ってたと思ったんですけど、なんかね兄弟って出てきてますよ。弟お兄さんか兄弟って出てきてイメージが入ってる。やっぱり精神的疾患でまあ見た感じこう部屋は暴れた形跡がないから、まあ、おとなしいんでしょうけどうろ出ていくんですよね。でここに閉じ込めて世話してたっていうイメージが入ってくる。残留思念ね、何か話しかけてください。特にないなやっぱりそのね自我っていうのはあんまりなかった感じですね。錯乱状態とかになってないから自我がねあんまりないから念がそんなに残ってないと思う。病気ですね。だから病気とか、まあ、精神疾患生まれつきかもしれないね。そこまではっきりちょっと分かんないんですけどね。はいちょっとねこのままねこのまま
定点しましょう。このまま定点しますね。ちょっと待ってください。はい、定点始めます。はい、まあここでね、検証してみました。ゾクゾクするな。さっきよりゾクゾクするぞ。うわー、すごい。すごいな。いや、かなりね、こっちにね、エネルギー送ったんですよ。エネルギーっていうかね、ここの家の全ての念とか、まあ、霊とかね、全部この部屋にね、集まってくださいってね、お願いしたんです。うわー、気持ち悪い。うわいるかもしれんね。今ここね、なんかね、その霊体じゃなくてね、やっぱりここの生活してたそのエネルギーね、念とか思い出とか、まあ、歴史があるじゃないですか。それをね、全部ここにね、集めてみたんですよ。まあ、成功してるかどうかわかんないですけど、僕はエネルギー、なんか落とした今、カサって。怖い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 。誰かいます？僕エネルギーこうちょっといじれるんでね、集めてみたんですよ。ここに。誰かいますか？ここに住んでた人は多分ね、その霊としてここに残ってないと思うよ。そういうのじゃないと思うよ。いるとしたら浮遊霊みたいなんですけど、ここが気持ち悪いのはやっぱり念なんですよね。ここでこれ閉じ込めてたっていうその生活自体がすごく怖い。ここ霊が特定の霊がいたとしても、それはまあ浮遊霊です。女の人もいれば男の人もいるかもしれないです。さっき女の人のような声聞こえたからね。だけどここが怖いのはやっぱりその閉じ込めて生活をしてたっていうその状況が非常に怖い。心霊っていうのはやっぱり霊だけじゃなくてね、その状況っていうのもあるんですよね。そこで何が行われたかとか、まあ殺人とか行われたところっていうのは本当に凄まじい念が残っててね、一回行ったことあるんですけど、人がブツ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 喋ってる声がずっと入ってたあるんですけどね。まあこういう変わった生活を送っていたっていうお部屋はね、一体どんなことが霊的に起こるのかね、検証してみました。何も起こってないかもしれないです。ただ今回は何も起こってなくてもこの部屋の中の、定点は、ちょっとね、動画としてアップしたいと思います。はい、それではね、ジャンクヤド TV、まあ、変わった物件とかね、山の中ばっかなんですけれども、そういうところね、行ってみたいと思いますんで、ぜひね、これからもね、よろしくお願いします。2年ぶりの検証結果。ガネーシャ様
僕ガネーシャついてるんでね、ガネーシャ様ガネーシャ様ガネーシャ様お前ガネーシャちゃうやろ。ここのに何があったか教えてくれますかね。なんかね、言葉入ってくるね。怖いって。怖いって何やろね。怖いからここにいるみたいな。ここ安心する場所、もしかして閉じ込められてんのは。閉じ込められてたのかな。それともそうやな、閉じ込められてたのか。いやでもこんだけ硬い、これすごいでしょ。壊れないようにしてるからね。男の人がここに入ってたのかなと思ったけど、男の人のような気がするな、やっぱりな。なんかね、イメージはね、ここにおばあさんがね寝かされてるような感じもするんですよね。なんやろ、あんまりこう力がないね、ひょろひょろっとしたね、痩せこけたおばあさん、もしかしたらおじいさんなのかもしれないですけどね。あんまりね体がしっかりした人じゃないよ、割と弱い人がねここ寝かされてた、閉じ込められてた。だから前も感じたんですけど、放浪癖があったりとかね、そういうなんか地方老人みたいなのがここに閉じ込められたのかなと思うんですよね。でもこれすごいよね、こんだけ。でもね、そこの不思議なのはその鍵なんですよね、そこの鍵ね。それ普通に蹴ると壊れますよね。だからね、そこまで暴れない人なのかなと思ったんですけど、でもなんかね、怖いっていう言葉が入ってくる。怖い。ここね、ライトないんですよ。ね、ライトない。だからここ閉じ込められたらほぼ真っ暗なんですよね。だからここ閉じ込められるの嫌だったのかもしれない。怖いっていう言葉が入ってくる。ここにね、女の霊が前いたんですよ。って言ったんですよ。だからここ、もしここにね、女の人、女性を閉じ込めて監禁してたのなら、絶対にとかね、手錠とか縄とかろうそくとか絶対あるはずなんですよね。電話とかね。それがね、ないってことはね、女性じゃないです。男の人じゃないか、もしくは老人とかね、おばあさんじゃないと絶対ね、SM グッズがあるはずなんですよ。絶対に監禁していろいろ楽しんでた可能性があるでしょう。でもね、一切そういうものはない。だからここはね、どこの人か、もしくはおじいさんおば最後、検証結果、女の子の監禁 SM 現場ではなかった。そうじゃないかな。でもね、ここにね、おばあさんがスーッと寝てるような感じがするんですね。痩せた人ね、すっごい痩せた人ね。それはおじいさんかもしれない。弱々しいからおばあさんのイメージで見えるかもしれないですけどね。寝てるイメージなんです、ここね。なんか言うてんねん。でね、ブツブツ言うてる。ブツブツなんか言うてる。やっぱりちょっと精神的に何かね、問題がある人だったんじゃないかな。そんな感じがする。だからこれがね、閉じ込められてた人のものかなと思うけど、ちょっと違うような気がしますね。だってライトないからね、ライトないんでね、全くライトがないんで物書けないでしょ、ここでね。
物かけないでしょここでね。物かけないでしょここでね。真っ暗ですよこれ昼でもほぼほぼ。だからここでね、でも怖いっていう言葉が入ってる。何の音今。このノートだと思うんですけどね。あったこれかな。なんかいっぱい切ってあるんですよね。これね。なんか聞こえた。なんか9時の印が書いてあるんですこれね。ヒグマ。なんでしょうねこれね。いやこの前からね、立て続けに呪いとか呪術とか呪法のね廃墟ばっかり当たってるんですよ。うわこれ気持ち悪いな。何これ。で破ってるでしょ。なんかねあまりこう知られたくないようなことが。Captain Junk mistook the sound of the smartphone for a voice. 誰かいますか。今声聞こえたよね。ふうふうふうって声聞こえた。今ふうふう言ったな。A
A strange sound that seems to strike again, adding to the tension. 誰かいる？誰かいますか？今声聞こえたよね、ふうふうふうって。怖い。こっちから聞こえたぞ。いる？誰か。女の人いるよね。でもここに住んでた人じゃないっしょ。でもここに住んでた人じゃないっしょ。こっちじゃないな。こっちこっち。ここは男の人がいたと思うよ。女の人はここ居心地よくて住んでるのかな。女の人も住んでた？もしかして。閉じ込めてられてるのは女の人でしょこれ。男の人でしょ絶対ね。僕の感じでは兄弟ですよ。男性のね。はい。思いっきり聞こえました。女の人の声がね。夫婦って言ったよね。めっちゃ怖いんですよ。こんなことやってるけどめっちゃ怖いですよ。いるんですからね、ここにね。女の人がね。確実に女の霊がいる。で、怖い。怖いけど、まあこれがYouTuber の仕事なんでやってます。ああ、怖い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 。僕エネルギーちょっと送ったんでね、元気になったかもしれないな、そのエネルギーで。はい、はい、監禁部屋ね。座敷牢です。はい、それではね、少しね、定点やりましょう。今ね、後ろでね、ドンってね、部屋のね、どっかで音がして、何か起こってる。ちょっと怖い。はい、定点やってみましたけどね、どうかな。途中でね、そっちの方かな。これと、落とした。ドスッとかね、ゴトッとかなんかね、音したんですよ。その辺かどっか。はい、かなり怖いです、ここ。思った以上に怖いです。ちっちゃいね、建物なんですけどね、とても怖いです。はい、これでね、2回目、来てみました。すごく気になってたんでね、女の人の霊いるかなと思ったけどね、
2回目はいなかったかな。っていうか僕についてね一緒について帰っていったような気はするんですよ。途中でね前回帰る時途中でねライトが急に消えたりしたんですよ。ついてきたかなと思ったんですけどね。もしついてきてたらもうここにはいないですよね。はい、それではね、この奥にねまださらにね、なんかちっちゃい建物があったようなんで行ってみたいと思います。はい、それでは次行きましょう。この奥にねまだ何かね建物があった形跡がね確認できたんで、あるかどうか見に行ってきますね。はい、それでは失礼します。この裏から行くんですよね、それ。よいしょ。多分ここから行くんだと思います。閉じ込め部屋からね10分ぐらい歩いたんですけど、なんかそれらしい跡が出てきましたね。ここになんかねやっぱりあったんですよ、建物が。よいしょ。やっぱりねあったんですね。何の建物か分かんなかったんですけどね、航空写真の昭和51年ぐらいのやつなんでね。でもこうやって見ると物置じゃなくて家があったんですね。これ風呂釜じゃないですかね。風呂釜じゃないかなと思うんですけど。これは洗濯機か冷蔵庫か何かかな。何でしょうね。やっぱりね家があったんですよ。鍋もあるしね、あそこにね。これはラジオですね、おそらく。ラジオですね。もうちょっとどこの製品かわかんないですけど、これはトランジスタラジオですよ、おそらくね。
じゃあトランジューサーじゃないわ、これ真空管ラジオじゃないかな。これはね、これタムシチンキじゃないかな、よく見かけるんですよね。タムシチンキですよ多分。まあ生活用品が転がってるんでね、確実に家がありました。ラジオですね。はい、ここね、閉じ込め部屋から10分ぐらい歩いて、家の跡を発見しました。まあ、生活用品が落ちてるんで、確実に家があったってことです。倉庫じゃなくて家。はい、今日もね、こうほんと深い深山入ったんでね、帰るのすっごく憂鬱なんですけど、これからもねジャンクヤード TV ね、面白い場所を見つけていきますんでね、よろしくお願いします。